ハピセラ TV ノブです。ミキティです。ハピセラ TV シャキーン。あれこうだ。あ、こうだ。二人とも間違えちゃった。もう一回シャキーン。もう一回やる。はい。ノブです。ミキティです。ハピセラ TV シャキーン。えこうか。なんだろうね。俺脳みそ見てみたいわ。自分。だって今5秒前に決めてこうやってやろうって言ってるのになんか違うことになる。とか言って。今回は、はい、コメントをくれた人の名前って出していいのかね。もうコメントしてるから、していいのかな。多分、田中さんが、そうだね、出してくれた、はい、ちょっと結構前になっちゃいますけど、すいません、お待たせしました。うつ伏せと仰向けの肩、腕のストレッチ方法みたいな、前のね動画でも出してるんですけども、ちょっとまたちょっとやってみる。復習がてらね。復習がてら、はい、ちょっと肩こり系になるかな、だよね、腕肩だとね。ストレッチ系っていうとなんかやっぱり、体式のマッサージの方もそうだけど、男性が得意なイメージが非常にあって。あ、そうなんだ。まずプルプルしちゃう方なんで結構。そうか筋力的にね。そうで、小規模なお客様だったら結構できるんですけど、ちょっとやっぱりボリューミーなお客様になった時によいしょとか同じぐらいのクオリティ出せるかなっていうのに不安になると、なかなか私はこう入れづらいものも多くて、確かにね、ちょっと体重大きい人とかはちょっと重かったりやりづらかったりはするけどね。でも腕は大丈夫だと思うけど、他の部位に関してはやっぱり本当に判断力が必要で、やっぱり危ないとかで持ちきれないと思ったらやめるっていうのが一番。いや絶対そう、それだってそもそもそのお客さんも望んでるのかって話になるからね。こっちがやってあげなくちゃって勝手に思ってるだけかもしれないからね。望んでたとしても、あともう本当に危険な場合がある。それはもう言ってちょっとこれ以上はって言ってやらない方がいいよね。危なかったりするからね、本当ね。本当ですね。変な角度で入っちゃったりとか、めったにね、なんか締め付けられたみたいなさ、これ気をつけてねみんなね。これね、よくさ肩甲骨さほぐす時にさ、こう出す時に手後ろにしてさ、うつ伏せでねこうやってやるじゃん。これさ延々と長々やる人いるじゃん、肩甲骨の内側を。前肩になってる人ってこれずっとやられると外れそうになるんですよ。すんごい不快な痛い症状がずっと続いてるんですよ。特に俺右肩が結構前なんで、バランス的に左はねまだねちょっと耐えられるんだけど、スッとこれはねもうこうやってやってるだけでもうピンピンになるんですわけですよ。僕はこの状態でひたすらやられるともうやめてくださいみたいな、ほぐれませんみたいなあるんで、本当気をつけて。これね長い人はね気をつけて、途中で確認してくれる人はいいんだけど、しないでガンガンね。俺前10分ぐらいでさすがに「すいません肩痛いです」って、片方で。それ結構長いですね。やっても5分ぐらいでしょ普通は。でも5分でも痛いのよもうその時点で。だからこうやらないでこう後ろに寝せてるぐらいだったらいいんです、一番。して肩甲骨にやってもらうのは全然問題ないけど、そうやってください。じゃあちょっといきますかね。いきなりですけど、この動画はセラピスト応援番組になっております。また一般のお客様が自分に合ったセラピストを選んでいただける、参考にしていただけたら幸いです。だね、やっぱりセラピストの人はお客様といかにコミットさせるかですからね。コミットした先にやっぱりね、お客様笑顔になるし、やっぱ信用信頼関係が生まれるので、ぜひその辺ね念頭に常に思ってねいてください。施術者本位にならないでくださいとかね、あとマニュアル通りにならないでってね。こういうこともあったよ。お客さん行った時に、大手リラクゼーション行った時に、すぐ帰ってきちゃったパターンのことを言われて、お客様が「どうしたんですか?」って言ったら「俺うつ伏せ苦手なんだよね」って言ってんのに「うつ伏せでお願いします」って言われてもう不快になって帰ってきたんですよ。でもそれよく聞くかも。で後からねなんか電話したらしくて、お店にで店長さん出してって言って、店長さんに「そういうことできないんですか、横向きで仰向けとか言ったら「できますよ私は」みたいな。
じゃあ店長さん指名すればできるんですねって言って、店長さん指名でちょっと書いてたそうなんだ、ね時期があるみたいな、やっぱそれがマニュアルですよ。マニュアル通りにやらない、あとは、そのスタッフのせいだけじゃないじゃないですか、上の教えてる人の問題、あとはもう強いて言えばもうオーナーとかにまで行っちゃうぐらいの問題なんで、だから会うセラピストもなんだけど、会うお店っていうなんかね、その方向性的にあるのもちょっとあれかもしれないですね。方向性ってあるよね、そのお店のね。だから本当にそういうオーダーメイドでお願いしたいんだったらやっぱ個人でだし、もちろん経験がないと経験のない個人っていうのはやっぱ危険ですし、その症状を持ってらっしゃるのによっては。そうだね。じゃあ、田中さんいきますよ。はい。レッツゴー。行ってみよう。じゃじゃーん。仰向けじゃないね。これうつ伏せね。うつ伏せのストレッチだよね。ストレッチってまあそんな種類ないっすよね。これ考えたらね。で前出したのはまず肩こりですよね。小胸筋ストレッチ。それはちゃんとね下から押さえてね。まず前に持ってきて。ここからこうじゃないからね、こうして首の上に乗せてもらって、肘の上をぐーっとで、その時に両頸筋をロックしたいわけですよ。ロックした状態で持ち上げていく。思い出した。あれだ、インスタライブした時の筋肉痛だ。筋肉痛だ。いや、一応昨日もやってるから。で今何気にやりましたけど、俺がちょっと忘れたのが、小胸筋をまず軽くヒュッと触ってほしいんです。その時に変なとこ触らないで、間違ってね。小胸筋をヒュッと触ります。するとそこに意識がいくんですよ。でその後伸ばすとそこに集中がいってて、そこを伸ばしてますよ。でこの角度が重要で、これがここでもなければ上がりすぎでもなければ、この45度上からちょっと見れますかね。わかりますね。この45度の角度で頭と肩の間ってこと？間でこれが一番小胸筋が伸びるぐらい。なんならテクニカルになってくると、これをもっと深く入れて、ここをロック外さないで、これロックした状態で上げて動かしましょう。グーグーグー。まず小胸筋、これ一つですよね。あとこの前何気にやったここさっき見てくれてた肩甲骨のところ、ロックした状態で手を下から支えます。こう持ち上げます。ロックした状態でこう。いや痛い。これ簡単なんでね。簡単だけど結構効果あるんで、ロックは外さないよ。で下から上に。痛いそうです。痛い。はい、じゃああともう一つというと、今度大円筋小円筋のこの脇の下を伸ばす手技ですね。これはこう持ってきてベッドに乗っかります。床施術の人たちもできますんで、これはね、こう頭の上、今度は手首を押さえて、あと肘を押さえて、頭の方にこう角度を持ってくる。これが重要です。ここで上げるんじゃなくて、これ消極筋になっちゃうからね。こっち。で肘を肩甲骨7番、胸椎7番ですね。7番にロックした状態で肘をこう上げてきます。で変えます。6、5。今日やばいな。6、筋肉痛だろ多分。7。わかりますか？もう一回。グッ。この角度。もう頭についちゃう状態で、ちょうどね、肩甲骨の横の7番。で、これロック外さないでね。肘のロック外さないで持ち上げます。で、これはね、ちょうど背骨の極突起のちょうど際は、起立筋のところに乗っかる感じね。乗っかるっていうかね、起立筋と極突起の間の隙間に入ってます。これ乗っかってもできます。それはね、でもテクニカルなちょっと技術が上がってこないとできないんで、でも乗っけてやるとこうなります。今こっちが隙間ね。でこれが上に乗っかってる状態。これ今乗っかってる。乗っけながら。乗っけながら。
これねグリっていけがちなんだけど、外さない人だったらいい。でうわグーッうわ耐えられる？ちょっと弱くてもいいか。もうちょっと本気でやっていいか聞きたかったんだけど、その言葉だとダメだね。これ結構限界もうやめてくれみたいな。和みをちょっと入れてくれ。和みを。夢に出るとこだった。和み。和みがやっぱこれが気持ちいいよね。うんうん。あ、柔らかい。うん。よいしょ。そのまま仰向けに。ネクスト。仰向けバージョンね。まず小胸筋ロックしてこういうのがあるよね。ストレッチだよね。ストレッチだからあと三角筋のストレッチでこれはよく私やるんですけど、ここを伸ばす。でこれ肩の予防にすごいいいので、まあ、四十肩五十肩予防もそうだし肩こりの予防に、だからよくプロのスポーツ選手もよくこうやってやるよね。これ肩にいいんですよものすごく。あとは普通にこう健常して上の状態で脇を少しねこう攻める。これもストレッチだと思いますね。あとこの状態で手のひらをついてもらってここを伸ばしたいですよ。こうグーッと。これいいよね。奥から来る。あと手首気をつけてねこれね。手首が痛い人が困るので。そっか。気持ちいい。あとは普通に考えて、手持って手首持って三頭筋持ってこう動かしましょう。これもストレッチに入るのかね。あとどっちかというと上腕の方に関しては、まあ手のひらの方面前側伸ばしたい場合は普通にねこうグーグー。もうここがものすごい伸びるので、で反対もいいんですけど、反対は手首ちょっと怖さが出るんで、グッとやらないように。怖いでしょ。怖いでしょ。急に怖いんで、押さえて軽く乗せる程度。手の重みぐらいですね。あとは手首ちょっとグッと浮かせられるんで、グッと浮いた状態でこうブラーン。あと指とか関してはね、指全体的にこうストレッチっていうのこれ。なんかストレッチの定義が分かんなくなってきてあとまあそうだね、腕頭骨筋とこっちの場合はストレッチだとこういう動きになるので、これ整体教室でもめっちゃ出してるよなこの。あとストレッチある？なんかあれは手のなんかあとね手首手と手のひらをねこう合わせてグッと、これねコミットできるというか。変な意味じゃなく信頼関係とか、近寄れる仲良くなれるみたいな、手首をこれもグッと押さえた状態でこう回旋、本当だ気持ちいい。すごい気持ちいいんだよね、ただ相性が悪いそれはないかなっちゅうの。変な風にとらわれたら嫌だよね。そうですね、ちょっと相手は選ばないと。そう相手選ばないといけない、手繋いでんじゃねえよみたいになっちゃうんで、これ実際にね主義であるんですよ。で手のひらは実はねちょっとねグッとしてます。何気なくこう触るんじゃなくてデートの時の手つなぎみたいじゃなくてグッと締めてます、ちょっと締めてるんですよ。わざとグッと締めた状態でこうでその後さっき言ったねそのままいけるわけですよ。でブランブラン。あと牽引のね私流れでちょっと牽引しちゃう、がストレッチバージョン。田中さんどうしてますかね。こんな感じで、今回まとめがちょっとなくなっちゃうんですけど、こういうバージョンでした。またなんかコメントいただければ、細かくいただければもっとできるかもしれないけど、どこの筋肉のストレッチとか言ってもらえれば分かりやすいかも。っていう今回は仰向けとうつ伏せのストレッチバージョンでした。はい、ご視聴ありがとうございました。少しでも面白いとか役に立つと思っていただけたら、チャンネル登録とグッドボタンお願いします。お願いします。